空手道、合気道、タイ道。白川隆二先生の凄技に中野哲司先生と高井しばしさんが驚いた。実際に体験しないとわからない合気道の驚くべき技術。70分の総集編、たっぷりご覧ください。白川先生、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ようこそまたおいでくださいました。お待ちしておりました。立派な道場にやってまいりました。今日はですね、はい、黒帯ワールド、私一人ではなくて、はい、仲間を連れてきております。武道歴45年、高井しばしさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞ。タイ道の中野哲司先生だ。すごいな。嬉しいです。中野先生、ようこそ。いや、もうおいでくださいました。ありがとうございます。初めて白川先生の道場に来させていただいて、いや立派ですね。素晴らしい。天井も高いので何でもできますね。2回転ぐらい。大丈夫です。さあ、世界の皆さん、リュウジ&哲司&タカ。それでは最初のお題はこれだ。合気道とタイ道、一体どうなる？合気道と空手、一体どうなる？というですね。白川先生、合気道といえば相手に掴まれた状態から始まるイメージがありますが、離れた距離から来るパンチや蹴りに対応する練習もあるんですか？そうですね。基本的に合気道の体系で稽古では組手とかスパーリングってやらないんですよ。ですが、合気道的な動きですよね。それはもう個人対応になると思うんですよ。中野先生が例えばタイ道でもタイ道の動きを使った中野先生の動きとかあるじゃないですか。それと同じで、基本的にスパーリングとか組手はないんですけど、合気道的技法を用いた白川隆二個人の動きみたいな感じで見ていただければと思います。すごそうですね。やっぱり合気道って剣の動きから来てるので、向き合ってこう戦うものではないんですよ。ですね、ですね。はい、また剣の方が素手より前遠いですから、そうですね。怖いですね。もともと素手で殴り合うような格闘術ではないので。でも武器が並んでますもんね。ただタカさんあれですよね、やっぱり武道ファンとしては、合気道家の前に立ってみたいと。僕初体験なんです実は。ね、そうなんですよ。そうなんですよ。それはもう実は楽しみですね。受け身ってやられたことある？いや昔やってたんだけど、もう7年ぐらい僕で1回この間前回り受け身やっただけで目が回っちゃってすいません。本当そんなレベルです。今日治療科の中野先生がいらっしゃいますので、もし目回ったり頼りにして腰痛めたりしたら先生が前危なかったですもんね。そうよかったですよ、あの時。それではまず武道歴45年のタカさんから、果たして白川先生は空手にどう対応するのか。はい、お願いします。はい、始める。はい、ではお願いします。どうしよう。例えばああ、これ今目に来るのね。目に狙いました今。なんですか？目に来たよ。こう入ってったら。おお。分かんなかった。すごい。これやられちゃうともう入れなくなっちゃうんだよね。あ、でもタカさんがそれにちゃんと気づいたから、そう、なるほどね。はい、どうぞ。あ、すいません。続行。あとどうなんだろう。例えば。おお、ほら。今落とされましたからね。しっかり。落とされましたから、これ今手でいって。おお、すごい解説が。さすが。ああ、でも。おお、すごい。全部食べられちゃう。これ怖いな。これ怖い。もうこの前に入るとこっちも怖い。はい、オッケーです、オッケー、どうぞ、持ってください。すごいやっぱり。なるほど。タカさん、こっちから何も起きてないように見えたんだけど。これね、違うんですよ。だからいつも言ってんだけど、この横からこうやって撮ってんのと、例えばですよ、こうやっていられるのって、もう全然次元が違いますから。
今白川先生はさばいたんですか、中さんの攻撃。それと全然さばかれてますよ。で最初の最初なんでこれもちょっと入ったかと思ったの。そしたらねもうねどうしたらコツで、これでこう来てるんで、やっぱりこれで切るんだったら、であとパーンと切りに行った時もここしっかり。なるほど。やっぱ距離感的にはいけるぞっていう距離だった。これ2種類あって、例えばフルコンの人だとすると、僕もちょっとフルコンずっとやってたんで、例えばこの辺からバン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 、でもそんなにいないですよねいないですよね、でいないんでおそらくダメだなと思ったんで、いやこの伝統式でバンバンバンっていうこれでいってみたんだけど、おそらくそれを今もうカウンター入ってますから、だから逆に難しいんですよね。フルコンの場合ってこの辺の場合でもうこれほら結構なるほどね。前が遠いじゃないですか。これ白川先生の方からすると、随分落ち着いてですね、本当に師匠のようにさばいてたんだけど白川先生からすると、今の動きどんなイメージでした？出入りですよね。間合いを実は詰めておりまして、ここのローキックとか消えやすいですよね。そうですね。来た時にいつでもカウンターできる間合いだったので、あえてこっち出してなかったんですよ。来た時にパーってカウンターで合わせる距離だった。だから僕もそうだろうなと思ったんで、いわゆる伝統式にちょっと間合いを取っといて、距離を間合いで詰めてますか。でもそうですね。間合いが空けば空くほどこの距離で縮める時にやっぱり時間かかっちゃうんで、でもそこ僕ねまだできないんですよ。縮地じゃないけどね、ここが動いてないようでこうやっていくっていうのもね。見事。でも面白い。僕のレベルであえてガード顔面より下段来るかもしれなかったので、構えも上で構えないで下で、あとずっと前進を見ながら来た時に間合いが遠いんですよね。本当にだから遠いからおそらくここからこう持って蹴るのもなかなか今押さられちゃうだろうし。これでも白川先生はいわゆる合気道の技っていうのを今は出してなかったと思うんですけれども、出そうと思えば出せるっていうタイミングだったんですか？いわゆるこういう合気道的な投げ技とかじゃないですよね。やっぱり空手のなるべく空手をさせないような。させないね。なるほどね。でおそらくですよ。おそらく今の経験で、例えばパンパンって入ってもうここに行っちゃったら、で僕もついてって止まっちゃいついちゃってですね。そしたらおそらくその瞬間にどっかもうなんかこれなりなんか掴まれてドーンってやられちゃうだろうなと思うから余計入ってきたんですよ。なるほどね。わかりました。哲司。中野先生、今のこの2人のね、ちょっと目流しで言ったら変ですけども、見ててどうでした？なんか感想ありますか？そうですね。タカさんが素晴らしい感想をしてくださってたんですけど、やっぱり入るタイミングに白川先生がこうパッと入るんですよね。あれがやっぱり怖いですよね。もう出鼻をこうくじくタイミングにさっと入るので、これはまさにあれが合気なのかなっていうふうに、ちょっと私は合気道のこと詳しくわからないんですけども、このタカさんが入ろうっていうその肝のところにこうパッて合わせてるのを見て、これが合気道なのかなと思って見てました。でもちょっと中野先生は今はちょっと実は反応速度の問題だったので、中野先生には同じ手はちょっと通用しないですね。反応速度。言っちゃうと中野先生はね、タカさんより20歳も若いわけですからね。43歳でございます。若くてイケイケの怖いですね。ちょっと中野先生は異次元のそれでは哲司、哲司やれんのか？やれんのか。頑張ります。頑張ります。これでも僕も想像つかないので、じゃあお互いに礼。はい、始め。はい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 
ありがとうございます。はあってなんか緊張感ありますね。いやどうでした中野先生。やっぱり掴まれたら終わりなんですよ。合気道家の方とやると掴まれたらもう終了なので、その緊張感が楽しいですよね。なかなかじゃあ逆にあんまり入っていけなかったってことなんですか。それは入りづらいですよね。私たちもついたり蹴ったりするときに頑張ってすぐ引いたりはするんですけれども、もう肉を切らせてじゃないですけど、当ててそのままスッと引き込まれて投げられたり決められたりすると、もうまたうつ伏せにされて制圧されちゃうので、いやそれがまあ見えるってことなんですか。こうなったらそうですね。やっぱりこう懐が深いというか、ふわっと動くので確かに。でも意図になく中野先生がちょっと息が上がってるっていうか、そうですね。普段全然ね、やっぱそういう龍神これは今私はもう中野先生の動きがやっぱりどう来るか分かんない。最初目慣らしとしてちょっと逃げ回ったように見えたんですけど、中野先生の動きがどう動くかっていう目の反応速度ちょっと目慣らしをしてたんですよ。でやっぱ速かったのでなかなか入っていけなかったんですね。で目が慣れた頃に今度は手が届く距離でやったんですけど、なかなか触らせてくれないのでこっちも疲れますよね。逆にこうちょっとこう触られる前に手を持ってってこれをスッてやると、これでもちょっとお互いでちょっと多分遊んでて楽しかったっていう感じですよね。もしこう触ったらどういう技が出せるんですか。触ったらまあこう近くにパッてやってたり、あるいはまあ触った距離によってはもう中野先生のパンチが来るかもしれないので、ただちょっと触れるかなっていうその周りのチェックですよ。中野先生変幻自在なのでどっから来るか分からないので容易に近づけないんですよ。それこそもう本当一発当たってもいいから組みつかないともう多分無理ですよね。なるほど。難しいですよね。でもその一発がもうそれこそ差し木でかかととかつま先でパーンってやられたら終わりなので、なかなか今入っていけなかったですね。掴まれたら怖いですね。でもさすがに中野先生の蹴りを掴むのは無理でしょう。白川先生は足も掴みそうな雰囲気ありますよね。は普通の合気道家は足掴まないですよね。そうですね、なかなか難しいと思う。でも中野先生だと予測不可能なのでちょっとなるべくもう戦わないですね。だから今みたいにちょっと様子見ないと容易に近づけないです。さっきのこれ容易に入ってこんな距離だったので、普通こんな距離剣よりも遠い上よりも遠いので、確かに。中野先生ここから入っていけるんですもんね。ここだったら一足でいける感じ。一足で行くのこれ。一足。万字蹴りをするんだったらわあ。で同じように万字っぽく見せてその後ろで側転蹴りとか。これどうですか。いやこれちょっと見えないですね。見えないですね。これは見えないとね。でこの側転蹴りをと見せかけての万字。うわ。まあ目が慣れないので、目慣れる前にちょっともっと距離取るた方がいいですね。目を鳴らすっていう。目鳴らさないとちょっと対応できないですよね。初見では難しいです。そうなんですよ。態度ってこう突き技が結構多いんですね。なのでその疲れないぐらい低くなって一方的に蹴るっていうのを狙うんですけど、やっぱり合気道家の方も近いともう胴を掴まれたりするともうダメだと思うので、とにかく体は足だけ前に出るようにしてこう攻撃するっていう風に組み立てるかなと思いますね。あと入らなかった理由はですね、普通の帯同家だったら別にこの距離だったらほとんど何もできないと思うんですけど、中野先生ここからこう来たりこう来たりあるので、ちょっとその情報も知ってるので、近づかなかったっていうのもありますね。だってこの距離だったら普通ちょっと帯同だったら困るんじゃないですか。そうですね、絡みっていう感じですね。でもそうすると絡み系とこの距離だったら対応できるんですけど、中野先生の場合にはこうそう肘きたって考えると本当に入ってきないです。もう態度も遠避あるんですよ。遠避あります。そうなんですよ。でも顎にはならないですよね。そうですね。競技ではやらないですね。競技ででもこの距離で本当はこれがあるんだったらちょっと容易に組めないんですよ。なるほどなるほど。これ例えばその中野先生の態度の蹴り技って特殊じゃないですか。特殊なのは一旦ちょっと置いといて、例えば普通のいわゆる回し蹴りとかね、前蹴りとかが来た場合、さっきの高さの対応とか、それをちょっと解説というか。普通でしたら、やっぱ円の動きです。円です。普通だったら。それだけ怖いですか。はい。もうこう持ってかれそうな感じしますね。白川先生がこの蹴りと一緒にこう動いた時点で動いてますね。こういう風になるのがイメージついちゃいますよね。でも中野先生その後右蹴りしてない。そうですね。だから近づかなかったです。なるほどね。はい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 。そこから来た時にでもやります。
こうやって、はい、取ります。で、合気道的なだと若干ずつうわー怖い。こうやったり、振ってどっちか関節をやったりします。これは怖いですね。発想の中では、取るっていう発想っていうのが結構ある。いや、取らないですね。中野先生ぐらい早かったらキャッチより絶対さばいて違う動きやった方が早いです。取ろうと別に思うわけではない。思わないです。ただそのミドルキックの速さによりますよね。そうですね。中野先生は速いので取れないと思います。例えばこの回ってくる蹴りではなくてまっすぐな蹴り、例えば前蹴りとか後ろ蹴りとか、側面、はい、直突きだと同じさばきで、またこれもやっぱ触れるだけですね。つかめないので、ここからこれぐらいにしておきます。なるほどなるほど。あまり掴んでやろうって意識だとやっぱり間合いもあと指とかも骨折したりあと脱臼しちゃったりするので、やっぱり本当に払うぐらい。やっぱりこう剣とか上と一緒に練習していると思うんですね。なので私の蹴りと多分上の動きがリンクするんじゃないですかね。まさに中野先生ぐらい鋭いと上の突きにも似てます。その上をパーンと払うっていう掴んでやろうって結構難しいので、まずは大事な体だけを避ける。まさにこれですよね。ちょっとじゃあついてくる動きとほら、なるほどなるほど。それに対してこうあまり掴んでやろうっていう、まずは避ける。その後余裕があればこう掴む。あとつく動きに対してこう避けていく。こういう動きがなるほどね。なったりする。となったりするので、こう基本的にこう直線の動きに対して入り身、内入り身か外入り身かっていう感じ。先ほどの前回し蹴りもそうですよね。前回し蹴りもこのそういうことですよね。はい、剣の動きから右。だから別に本当にキックとかパンチを普段そういう練習してるわけじゃなくてスパーリングしてるわけじゃないので、ある意味キックとかパンチより硬くて痛いですよね。武器の方が遠いですしね。なるべくいつかないようにこう動くようにすると避けれる可能性があるんじゃないかなぐらいですかね。中野先生の場合早いのでやっぱりまた通常の蹴りとは違うんですよね。近づけないです。上棒と違うところが膝先で変化がするっていうのが、そうですね。そうですね。そう。膝と肘、上半身だったら肘、足だったら膝があるので単純じゃないですよ。直線だけじゃなくて立体的にね。抱えてからの変化が確かにミドルなのかこう上なのかっていう変化があるので、お互い知れば知るほどいろんな未来がこう見えちゃうから怖いですね。だから入れないですよね。通常のセオリーではもう通用しないと思ってます。白川先生、タカさんのような空手家の突き技に対してはどんな対応があるんでしょうか。さっきお手合わせの時に出てきたこう本当は顔でもいいし顎にでもこういうだけを狙っていたんですね。いきなり来ましたよ。いやでも今結構さりげなかったけどちょっと怖かったね、なんか。今何やってるの？はい、空手のこう突きとかとは違くてこう手のひらをこうなぞるように。でいいですかこれね、もう一回やって、もう終わっちゃった。こうですよ。もうとにかくほらもう重心っていうかもうとにかく軸っていうかこれが崩されてもうこれはもう何もできない。顔を押してるように見えるんだけどそうじゃないんだ。こうあとやっぱり重心の移動なんですね、白川先生。相手の腰のこれをこのままでももちろんいいんですけど、こうでもそう引きます。顎上げられちゃう。そうなんですよ。はい。でおそらくすみません。余計なこと言ったらこのまままっすぐだってこうやって行けばいいだけなんだけど、顎上げられちゃったのね。もう動けないですよ人間って。あとタイミングですよ。どう入るかでどう入るかでパーンと入れれば一番いいんですけど、はい。どのタイミングで入るかどうかはもう反応速度人にそれぞれだと思うんですけど、なるべく外側で入る。外側でね。はい。そうか。こっちあれだよね。できないもんね。これが遅れてしまったりあるいは自分が受けるかもしれないのでなるべく外を取ってできればですよ。理想はこうなりたいっていう動きでしたね。これはカウンターのようにそうですからさっきずっとこう様子を見てきた時になるほど。いやそうか見られてたんでやっぱり自分からあえて入らなかった。いやでもさそういう技を狙ってる相手って怖いですね。だからもうこの人はこういうのができるんだと分かっちゃうとやっぱりそうはいけなくなっちゃうんですね。だから逆に怖くなっちゃうんで今度手じゃなくて足で一緒になっちゃう。合気道って相手のパンチを捕まえて投げ飛ばすようなイメージがありましたが、そうではないんですね。パンチについてってつかめないんですよね。やっぱこう伸ばして例えば伸ばしっぱなししてください。そしたらこうやって掴んで、そうですね。いわゆるエイブで掴んで、いやーって飛ばすやつね。もっと特に高さぐらいで速いじゃないですか。なるほど。そこに合わせるのってそうですね。これをパンとはつかめないんですよ。確かに。はい。ですからここはい。
これになっちゃうのでつかめないように、そしたらお願いします。パッてやったらカウンターですか。多分早いです。僕らもこれではい待ってドカーンっていうのあるんだけど、それと同じですよね。だからそれがこっちになってるだけで。でも実際動きながらが入ってるので、だから本当によく見ながら来た時にパッて入ってるっていう手だけが、そうですね。それこそだから空手と同じですよ。だからそういうんですよ。本当に待って待ち剣でド確かにンっていう確かに全く同じですよ。ただそれを当てた後の対応が合気道はそこから先がそう無限にあるわけですよね。相手がグラッとなった後がね。状況によりますもんね。それこそここで止まるかもしれないので、止まったらどうするかとか、なかなかこう人によってはそれこそ、まあ、浅かった場合とか、これで終わるわけじゃないじゃないですか。そう来るかもしれない。そうまさに来るかもしれない。その時の対応で絶対合気道だからこうやってこうやって僕はないです。そうですよね。そしたら戦えないですよ。そう思ってた。臨機応変。なるほどね。だから形にとらわれてないんですよ。はブルース・リーまさにビーウォーター本当に確かにそうですよ。そうですよ。型稽古なんですけど、型にはまらないってことを気をつけてます。例えば合気道でしたら必ずこう構えて絶対こうやんなきゃいけないみたいなことはないんですよね。なるほどね。面白い。一見技を出していないように見えても、その裏には冷静な観察と分析があったんですね。タカさん、どう思いました？いやだからなんかこう言っちゃなんだけど、宮平保先生の、はいあれみたいになっちゃう陳那術にかかっちゃいそうなイメージ。そのただあの先生みたいにこうなんかこうなったのもうこれでもかこれでもかっていうそこまではなんないのかもしれないけど、おそらくタカさんなります怖いお方です。やっぱそうなんだ。怖いお方ですよ。だからその先がなんかこう想像できちゃうと、もうだから掴まれたくないんで前を取るっていう動きになっちゃうから。で前を取るとやっぱりなんかそちらも対応できちゃうんで、だからそう言ったらもうごめんなさいって言ってこうやってやめちゃうのが一番いいかもしれない。でもで結構今ライトコンタクトですけど、結構フルで打ち抜いたら結構のさばくのもリスクあると思いますので、そんな簡単にはいかないですよね。というわけで、今日見せてほしいのは低い VS 低い。座ったまま相手を制する合気道の座り技、床を這うような姿勢から繰り出す帯道の蹴り技、リュウジ VS 鉄ジ、一体どうなる？シチュエーションが面白いですよね。面白いですね。ありえなくはないと思うんですよ。ちょっと最初座り技から見ていただけますか？感じが。座り技をいきなり座ったらおかしいと思うので、こういうところなんで想像できるのが狭いところでの座りだと思うんですよね。こういうこれぐらい狭いところでの攻撃に対しての方法で、押さなんか一瞬だな。うわできるので、座りってこういう狭い感じでやるものなんですよ。なんかすごい。中野先生、これ今さりげなくね白川先生やられてたけど、どうです中野先生から見て。恐ろしいですね。映ってないからちょっと待って。いや恐ろしいですよ本当に。もう今のこの執行っていうんですかね、この頭から骨盤までがもう全く動かない、もう神主さんみたいですよね。さーっとこう、態度は駒状に動けっていうふうにすごく駒状、教わるんですけども、まさにこう駒のようにくるくると回られてて、駒っていうのは軸が曲がらない、乱れないなんですよね。この先ほど座ってても先生は軸が乱れないでこうもうちょっと手だけでこうやってるというよりかは、私はできないですけど、こう軸ごとこう動いてるように見えるんですよね。手と体がこう一体となってる形が素晴らしいですよね。自分のこの頭から骨盤までをこう一気にパッて動かせるっていうことは、その軸のパワーがあるので、それを相手に伝えてるんだと思うんですよね。でなんだったら相手の軸のパワーをもらってやってると思うので、その2人分の重さをかけにいってるっていうんですかね。物理学だと思います。すごいですよね。そこに呼吸だとか読み合いが入ってるんだと思うので、いやもうちょっと
すごいですね。でも座った時にこう自在性があるっていうのはいいですよね。こう必ずしもこうやらなくてもこう動ける。確かに何かこういうロボットがいるみたいな。ここが強さ、狭い場所だったら立てない時があるんですよ。確かに。ですからちょっと壁際であえてやったんですけど。白川先生はだからよっこらしょってないわけですね。こう座ってるそれがない、はい、ないってことなんですよ。こういうのがないので、こう入ってくる。怖い。なるべく怖いですよ。肩の高さが変わらないで入ってくるから、これが入ってくるってことなんですよ。これぐらい低く。タカさんちょっと体験してみたいな。これは空手家タカさんも体験。今横から見てて、ここのラインがあんま動かない。そうなんですよ。動かないちょっと体験してみて。ちょっとじゃあ正座。はい。ああ、ほらみたいな。ほら。いける。これやだな。これ本当嫌。本当いきなり来るって下からの感じ。入りって態度とかの蹴りとかと同じで、ああ、いや、そう一番見えない場所なんですよ。で座った状態がこう行くわけじゃなくて、こう行けるので。ですよ。ドカーンロケットバーンみたいな感じ。まっすぐのまま迫ってくるので。これわかんないし、動きない一守りが入るので、抑えあ、ちょっと待ってください。じゃあ僕も体験しますから。本当かな。これは体験するしかない。ああ、なるほど。よっこらしょ全くない。こういうのがない。こういうのがない。はい、そうそう、こういうのがないんですよ。座ったまんまが来るって感じだよね。あ、だけど立っててこの状況でこっち。パンチを避けることないってこないですけど、動いていけるっていう感じ。先生のこの体求めてない。マジかこれ。いつかない、座ってる中でもいつかないで、こういつでも。おお、すごい。やっぱりちょっと人間じゃないみたいこれ。こういう C 型ロボットみたいな。で本当にバットみたいですよね。なるほどで前に来る感じですよね。先ほど西監督の足もこう真ん中こうそう。しかも安全にそう。操って転がしてるので、そこがまたすごいです。そうなんですよ。強引さが全くないという。あ、掴まれたとか押されたって感じがないのね。自分がバランス取ってるからやっぱり相手をきれいに崩る。一緒に倒れたらもっと効くんですけど、でもバランス取ることで相手の気遣いもできるんですよね。でも先生ここから座位蹴り。そうですね。私座位蹴り座位蹴りこれも同じ角度なので、そうなんですよ。じゃあ全員で、はい。せーの。座位蹴り来たらい怖い。やでもさっきのこう蹴りが出る前にもそうですね。こられてると思います。座位蹴り、これは確かに相手をパッと押さえちゃう。で、あとどうするかはその行動して。中野先生、態度にも正座からの技はあるんですよね。正座からの技っていう型はないんですよ。型はないんですけども、帯同のこの例えば線、変、面、点という動きが、できないかっていうとそうでもなくてできるっていう感じです。正座って動きやすいんですよ。だから正座するんですね。なんで体育座りじゃないかっていうと、体育座りの方が動けないんですよ。はい。で、例えばもうちょっと動けないのであぐらがありますよね。あぐらからの技っていうのが出せまして、例えば正座だったら正座で、例えば前だったら先ほど見せた座位蹴りだとか、後ろだったらエビ蹴り、そのままエビ蹴りがある状態ですね。であぐらでしたら、例えばこう横の状態にいたとしてですね、そのままこうマジでもう何？でも分かんないですよ。この聞いてる。これはもう一回やってもらえますか？バランスを崩しちゃいけないっていう考え方を排除してるのが態度なんですね。むしろバランスが崩れてる時の方が強い力が打てるのが変技、倒木状と言いまして木が倒れるように打つので、バランス保とうとしちゃダメなんですね。思い切って倒れるので、倒れられないんだったらちょっとまた話が変わってくるんですけど、倒れられるんだったら打てるってなりますね。だから疲れても倒れちゃいすればいいので、切ってもらってですね。こうやって執行で。さっきの円の動き。もう一回お願いします。ついてないです。はい。おお、何これ。こっちも来るんだ。すごい変幻です。ちょっとダメージがいくか。いやもう何が起きてるかよくわからない。何がよくわからないんだけど。いや変幻自在ですね。逆来たらちょっと執行だけに逃げるのは難しい。ちょっと転がって距離を取った方が。ちょっと壁側でやってみませんか。
これこうやられたらちょっと円の大きさだったらこうなってますよね。私もやりづらいですけどね。おお。ただもうこう逃げますね。こう逃げた方が早い。すごいですね。この膝で歩いてる、だって今一歩二歩三歩が膝で歩いてたのに、これと一緒なんですよ。すごい距離ですよね。一緒なんですよ、歩幅が。歩幅が。恐ろしいですね。すごい。もうちょっと詰まると、中野先生も。私は逃げながら蹴るってなります。ああ。近い場合はまず離れようって思うので、はい。そうですね。この中野先生の場合だと私も絶対近づきますね。こう来たら全部の場合詰める。なんでここうって私は逃げていきます。なるほどなるほど。先生が来たら回し蹴り来たら。うわすごい低い。逃げると同時に出すわけですか。こっち側でも足を上げてちょっと蹴るのでいいですか。はい。でこれぐらいでいく。でもこの蹴りをかわされたらどうします？ちょっといいですか。このまま態度はこうその下から上の高低差を生かす武道なので。顔面蹴られちゃいますね。そのままもうこの飛燕突きってこういう突きがあるんですね。飛線突きっていうんですけど。高さありますもんね。これはすごいですね。高低差で虚実を作るっていうのが態度は3次元の武道っていうふうに宿峰先生がおっしゃってまして、なるべくこの次元ではなくて低い場所とか高いところとかそういういろんなステージで戦いなさいっていうのがコンセプトであるんですね。でも中野先生の跳躍力すごいですよね。すごい。座った状態から白川先生すぐできると思います。執行ができればそのまま変な膝伸ばすだけなので、結局ジャンプする準備がもうできてるんですけど、多分ジャンプする必要がない武道なんですよね。中野先生もよいしょという動きがないですね。よいしょのよいがもうやってるこの状態がよいですね。準備できてるってことです。膝曲がってるのであと伸ばせばいいだけなので、もう一回沈む必要がないですね。中野先生しかできないですけどね。なかなかできないです。これはすごいですね。先生もできると思います。なるほど。もし白川先生に捕まっちゃった場合はどうします？固められきっちゃったらきついのかな。例えばこういういいですね。固められつつですね今の。いやめちゃめちゃ実践的ですね。このままこういう感じになりますね。非常に実践的だと思います。それかここで蹴ってもこことここが揃っちゃってると多分決められちゃうので、足をこっちに持ってきてで絡む。なので受け身に近いと思うんですけど、このままこういう感じで。自分から。それ素晴らしいですよね。抑え技の時にここ体育からこっち側をバッてこう蹴っていくってこと。それを座りでやってるんですもんね。そうですね。絶対いいですよ。なるほどね。体重はここにかかるので、逆らったらエネルギーいるじゃないですか。力比べなんですけど、そこを使ってもうすごい感じですね。でも実際には私がこうやって足上げた瞬間白川先生危ないってバターンとされると思うんですよ。なんか私が蹴る蹴らない関係なく上がったと思ったらバンと下げられると思いますね。多分同時ぐらいで蹴られて抑えれるぐらいかもしれないです。クリーンヒットはなくて当たるんですけど抑えれるから終わりみたいな感じ。接触していると次の動きが読めるんですか？触ってるので伝わりやすいですね。そうですね。なのでここの手をプランプランにするのか、掴まれたのを押しながら蹴りに行くのか。プランプラン？そうプランプランにしちゃえば情報がいかないので。でもしくはこの手を前にやってさ、これが一番怖いですね。これいいですね。ここはこの手を自分からもう持ってってくださいっていうふうにやって、ここでもいいかもしれないですね。そのまま滑っていくと上に行くので。白川先生どうします？こういうふうには取らないかもしれない。こう来たらこっちは行っちゃいますよね。本当そのままにつかないですよ。なるほどなるほど。回転蹴りきそうですもん。自分が動物だった気持ちになっちゃうんですよ。今みたいに抑えられちゃうと。今はやっぱ制されたって感じですか？制されたと思いますね。いわゆるこうから絶対こう止まるとかじゃなくて、一瞬だけ絶対こうやったらこういう感じで綺麗に側面取れないので、
こからここのワープですね。ワープしてますよ。その速さ勝負、中野先生も速いのでその速さ勝負になると思うんですよ。そうですね。多分中野先生もそれに対応してまた来ると逆側も来るかもしれないので、もうセオリー通りには動かない。これで迷ったらもうおしまいですよ。こっちに行こうかな、こっちに行こうのかななんて思ったらもう一発アウトですね。合気道家の方にうつ伏せにされたらもう戻れないので。あ、そういやでも中野先生充実やられてるの戻れると思います普通の方は戻れないですけど中野先生は戻れると思います。なるほど、わかりました。我ながら非常にいいアイデアでしたね。この低い VS 低い。面白いですね。面白いです。白川隆二先生のですね、合気道、いろいろ体験しましたけど、あなたは本当はこう思ってるでしょ。どう？合気道ってさ、ここを掴んでみなさいとか言うけど、俺が思いっきり掴んだら簡単にかかるわけねえだろう。そう思ってますよね。いやただ、本当に思いっきりね、思いっきりとにかく掴んでみたら何が起こるのかっていうのはものすごく決まりますね。やっぱ抵抗したらね、そうやっぱり離されないようにとか、興味はあるよね。もちろんそうです。本当かなってやっぱ思うじゃないですか。君だってそう思ってるでしょって感じですよね。じゃああの方になってください。私もね、合気道はちょっと門外漢であるんだけれども、私のいつもこうチンニングとか腕立てこれをやってるこの年においては力が強いと思ってるんだ。この私の力がどのくらいこう通用するか、これねぜひこう試してみたいと思ってるんだね。よしよし分かんないよそれでは、白川隆二先生、はい、拍手お願いします。音がしない。無音。タカさんの鍛錬動画は私も拝見して300万再生動画で世界の人たちにやっぱり勇気を与えているんですよ。年寄り頑張ってるな、おじいちゃん頑張れてコメントもねいっぱいありますんで。武道武術ってやっぱ続けるの難しいじゃないですか。その中でさらに鍛錬って言ったらもう厳しい。年齢が上がれば上がるほど大変だと思うんですよ。やっぱ本当見ていて感動的で本当に素晴らしい。僕ね心はね13歳ですから。本当すごいなと思って。ぜひその鍛え上げられた肉体で試していただきたいですね。振りだったでしょ、褒めたら。だからやっていいですよねっていう。でもこれぐらい鍛え上げられた人視聴者代表で。だからよくね、この掴んでみてくださいという時に本当に思いっきり掴んだらどうなるのかな。みんな忖度してんだろうみたいなね思うんですよね。やっぱ思っちゃう。今日忖度なしで。はい、お願いします。我慢していただければ。まず片手。はい。じゃあ我慢してもらっていいですか。じゃあ。うわもう。ダメだやっぱり。いやこれだから強く掴むとかそういうことじゃないわけじゃ。ああそうだね。これで思いっきり掴んでるわけ。はいもちろん。それでこれどう感じますかっていうことですよね。なかなか普通はこうやったら掴んでる感が高さあると思うんですけど、これがもう掴んでる感ない。今あれ難しいんだけど、ちょっと今もう一回力でこれってほらもう力がガッでこっちもガッて引っ張れることができるんだけど、力ふっと抜かれるとね、なんだろう、こっちもそれが伝わってきちゃう。なんかスーッとこっちもなんかガーッと抜かれちゃうってやつ。なんか握ってんだけど、なんかだんだんなんかね握る気がしなくなって、なんかちょっと弱くなってくる。だからもうあとはどこやってもいける。ああそうですね。今離れちゃったね。そういうこと。離れちゃった。ちょっと信じられないので西監督も体験。こういう感じとこれなんですよ。あれ？力の行き場がない。はい。だからもう別に持たれてるって関係ないですよね。むしろ接点がある。接点があるから技かけやすい。掴んでるのに何も掴んでないこれ。どんな技でも例えば。どういうこと？はい。でこれが脱力なんですよね。やっぱりなくなるってやつですよね。はい。さっきまでこう棒を持ってたのに棒がないっていうような。そうです。だから強く持たれた方が技がかけやすかったりするんですよね。今のだと。これ技術なんですね。技術です。結構難しいんですよ。脱力してくださいよってできます。これだけ強い力に対して。脱力で結構難しいんですよ。脱力って弱さにもつながるので必ずしも正解ではないんですけど、ただこの片手を掴まれるっていうところではもうね、脱力した方がぶつからないで技ができますよ。そっからでも自分で実際技をかけるときはもう力入れてないわけですか？入れてないですよね。でも今こう肩上がってるのでここだったらちょっと脱力できてないですよね。この時に脱力できててもこうやった瞬間にもう相手に情報が伝わるので、最後まで情報が伝わらないってことなんですよ。最後まで本当だ情報が伝わらない。今だって僕
何これ、情報は伝わらないんですよ。ずっと空間を握ってるような感じ。そうなんですよ。空間を握ったまま倒されたよ今。そうパントマイムじゃないですけど、こうやって動けるってことです。ここは。ああ、なるほどなるほど。おっていうことなんです。おや中野先生も興味津々。こうやってほら、やらしいですよ。でも抵抗がない。あと弱い走るんだよ。ぶつかんないところってある。なんか掴んでる感がないですよ。ないですよ。掴んでる感がないので。強く掴んだ方が結構技がかかりやすくて、こっちが力入れてれば我慢しやすいんですけど、これ抜かれてたらほら。そう我慢してるか。あと一番嫌なのはこれがどう動くかがもう分かんないよね。空気をさ、空気を掴んでる感じだよね。あとは力の入れ方の癖を読んで、その力の方向にかける。あとは離されないようにこっちロックしております。ああ、これ嫌だ。これもう肩が決まってるね今ね。タカさん次は両手でがっちり掴んでみて。でもあれですよね。うわあ、危ない。同じだった？同じ？いや今のはなんだろう、もう離れちゃうよね。でも持たせてもできますよ。じゃあずっと持ってください。ああ、これでもこれも話しちゃうね。これほどの脱力って相当ハイレベルですよね。脱力はもう高いレベルです。なんかそれすごいよね本当に。稽古ですよね。普段から力抜けてやってるので、あと離れた時の対処方法を知ってるので余裕を持ってるんですよね。そうか。必ずしも掴んでるってわけじゃないじゃないですか。我慢しろって言った時、離れた時にどうするかな。さっきだから間合い詰めてこう潰してたのも離れた時のためにだったんですよね。離れてこういう状態だったら突きとか結構来ると思うんですけど、でもこれだったらほらできないですね。タカさんの鉄の拳で胸ぐらを思い切り掴んだらどうなる？すごい全然負荷かけなければ簡単ですよ。これ一番簡単なやつ。触れられた瞬間。何なの今の？今こう下から重心を崩したら下から入ること。手の問題じゃないんだ。だからあと今のは簡単な手のね。でこれやられちゃうと今度自分が視点を欲しくなるんですけど、これ離せないんですよ。そういうことだね。離すとね取れてる。そう離せないで結局倒されちゃうっていう。でも今当て身なしバージョンで簡単にいきます。うわ、これはきついな。これも離さざるを得なくなっちゃう。でももっとやれば離せなくでもできますよ。ここやってたら。でも危ない。本当これ危ない。危ない。いや何。これは辛いわ。ここで引っ掛けて外せない。すごい、これもうあと指から何から今全部。ここで外せない。やっぱり中野先生も興味津々。ここで軽く引っ掛けて、あとここでロックっていう。うわー、何？そのまま回ってしまえばさらに今ここで挟んでロック。そうなんだ。もっと単純なのいきますね。これだけでひねる力をうまく使ってます。思いっきり掴んで。ひねる方向ここなの、ここに。うわっ、これのが普通ですね。だから思いっきり掴んでるってこと自体が成立してないよね。だからね。いや、掴んでるだけだね。そう思いっきり掴むことが物理的にどれだけリスクがあるかってこと。それって結構一般視聴者の人には分からないんですけど、やればすごいリスクあることが分かりますよ。こういうことでしょっていうことで強く持ってて外れないから他に追撃ができるんですよ。こう離れなくなっちゃうんですよ。肩の決めながら手首も決まってこっちから変えて、こういうことと全く関係がなく関係ないですねこれ。そうですね。また、ここ視点で関係あるようにもできますよ。ここやれば関係あります。強く掴めば大丈夫だろうとかなんとなく思うじゃないですか、人間って、そういうことが全く関与してないってことなんですかね。そう、体さばきですよね。軽く掴んでっても軽く掴んでもですよ。掴んでるってことはもうそこで視点ができて技。俺は子供みたいな軽く掴んでも同じ。それはもう強く掴んでも軽く掴んでも、あとはその力の入れ方の癖があるので、その方向ですよね。なるべく使う。こっち側でもいきます。武道館
た武術家の胸元掴むの危ない。あ、それね、バキだかなんとかの漫画の、なんていうガローデンだっけな、なんかのセリフでありましたよ。出ましたか？うん。力でこうなんとかならない。ならないですよね。これは辛そう。合気道すごい。だからやられてみなきゃわかんないです。合気道はされてみた方がいいです。威力が分かりやすいパンチや蹴りと違って合気道の凄さは体験してみないとわからないですね。やっぱりでもそうか、分かりにくいですよね、受けにでも対して。本当にすごい。だから結構我慢しろよっつっても結構簡単に脱力ができてれば、もう掴むことで掴んで居ついてること自体がもう武術的リスクなので、そんなことないので、そもそも素人だったらあるんですけど、熟練者がこんなやってみたいなことないので。まあでもこう先生方が私たちをこう制圧している状態っていうのは逆に掴んでるわけじゃないですか。でも制圧して先生方が僕らを掴んでてもそれは力んでないんですよね。それがすごいですね。そうなんですよね。なるべく離れない、ここでタカさんが例えば、危険だと思って離そうと思ってこう密着させて離せないような技術を使うんですよ。体の一部にしちゃうっていう。すごいな。元が持たないがその距離を保ちながらなるべく離せないような道具。なんというか自分の体が白川先生の体の一部になって自由に動かされちゃっている気がします。いやもう全くその通りですね。私がもう白川先生の道具になっちゃってるような感じしますね。はい。でもなるべく一体化させたい、大好きな中野先生と一体化したいみたいな。ありがとうございます。なるほどね。ありがとうございます。まずは中野先生独特のこの受け身、白川隆二先生はどう思いますか？ちょっと合気道とは全く違う受け身ですよね。受け身というか倒れただけなので。倒れただけ。でもそこに脱力が入ってますよね。そうですね。はい。いわゆるこう倒立をだから倒れたわけじゃないですよね。脱力しながらこう受け身取ってないけど大丈夫だよっていうことですね。白川先生今私だったら例えばここからでしたら柔らかく柔らかくですね。まあ逆に丸める動作。丸めないってことはないんですね。丸めない。例えばこれでも。何今の？丸めと斜めが入ってるので、そのまま今いかないと思います。今のもう一回見せて。今だったらこう体を斜めにしながら。おい。ボールですね。そうですね、ボール。ですからこういわゆるパターンとはならないんですよ。でも全然音がしないですね。無音受け身。無音受け身。かっこいい。普通はこうほら。そうですよね。あとだとこううまく切れてるんですけど。さっき後ろ側から普通だったらこうじゃないですか。こうじゃないですか。でもそれを体を反転して。いやこれは難しいですよ。白川先生に投げられてみましょうか。はい。どんな受け身があるのかまず見せてもらいましょう。もういきなり。これ見ましたか？いや最後のこれちょっとやばいですよね。なんか僕これ受けるんですか？最後のだってこうですよ。あれなんですかねあれ。あれはちょっとちょっとオリジナル技なんですけど、回転落とす。そうですよね。オリジナルですよね。あんまり見かけないですよね。合気道の技を組み合わせて出会いを使ってくる。いいですね。さあ中野先生投げられまくってください。はあ。笑ってますね。これ飛ばないと腕なくなっちゃいますよ。確かにそういうことなんですね。今腕なくならない角度だったんですけど、今先生が僕が間に合わないのでゆっくりしてくれてるので、ブーンってやったらこっから先だけ動くってことですよね。でも中野先生止めますもんね。ここからこう引っ掛けてるのと同じなんで。いや怖い。中野先生なんかやる気なくなってんじゃないですか。怖いですよ。怖いですよ。どう考えても怖いですよ。なるほど。今の中野先生のようにそのまま我慢すると腕が折れてしまうから自分から転がってしまうんですね。そうですね、基本的にそうですし、あと飛ばないと本当に折れない技はありますね。今のはまさにおっしゃる通りで飛ばないと折れない技、あとでも飛ばなかったら怪我してる技、折れなくても筋痛めちゃう技とか。もう一個言うと、飛ばないんじゃなくて
飛べないです。あ、でも普通の人でも飛べない中野先生だと思いますけど、普通の人だと多分タカさんとか受けてみた方が、普通の人代表でタカさんに体験してもらいましょう。なんかこれはもう後ろでもこれでもいいんですけど、はい飛ばないと危険だっていうのはちょっと飛べないですよ、もう。こういう感じです。まあ今車間だからいいですけど、はははは。はい。うわ、これどうしますってなりますよ。これだってもう、こうしゃがむしかない。でもそしたらこう折れますよ。っていうなったんです。逆関節になって。私白川先生この受け身習ってもいいですか？はい。そしたらその方向にそれこそ側転して回避するっていう。はい。片手側転で回避。こっちの片手側転で回避して。あ、そうです。そういうことです。はい、そういうことです。こうやって受け身取ればいいんですね。怖い。なるほど。これ恐怖ですよ。恐怖体験ですよ。でもあと前受け身先生いきますよ。はい。うわ、ちょっときっかけがすごい。いきなり。クンってきますね。クンってきますね。本当かな。どうにも信じられないので僕も体験してみます。はい、ゆっくりいきますよ。お、はい、これだけです。やっぱり来るんだ。全然関節は決まらないですけど、全然何もガキって決められてるわけじゃない。痛くないですよね。なのにいっちゃうんです。もう一回。なんだろう、別に僕飛ぼうと思ったわけでもないし、受け身を取ろうと思ったわけじゃないのに、ちょっと押されただけなのにバタンっていくんですよ。違う角度もあります。ちょっと怖くない。さっきまで怖くなかったからやってたのに、そうですよね。今怖さが分かったからもういいです。怖さ分かりますよ。分かっただんだん怖くなって固まってくるんで、より危険にはなるんですよ。さっきまでは怖くないから、あ、これはでもそれが良かったんですよね。力抜けてるので反応する。今はちょっとね、2回目はちょっと力入っちゃったから、1回目はそうか、2回目だからちょっと痛かったのか。そうですね。だから投げ的には痛くない。なるほどね。じゃあその種類が違うのをじゃあ僕が代わりにおお、面白い。意見を。この一気にグンってくるの怖いですね。なるべく情報がないようにするんですよ。ゆっくりこうやってたら分かるじゃないですか、反応が。瞬間にかけてくる。で、その反応を見て逆に。怖い。はああ、これは怖い。い。なるべく事前情報を伝えないで瞬間一気に100を力と力がぶつからないように出すんですよ。ガチガチしない。本当に柔らかく。こういう感じでも倒せてもらう。おー。優しい。優しいです。補助してもらってるみたいです。優しい動きですね。おお、優しい動き。体操教室の先生みたいな。気持ちいい。補助してもらってるみたいです。優しい動きなんですよ。本当にバク転とかも補助してもらってるみたいですね。導かれちゃいますね。中野先生もこの状況からエビ蹴りとかに行かないですよね。いや怖いですね。ただ態度は回った方に順次で打てっていうのがあるので、力の方向に応じてその瞬間に相手を見ててじゃあこっちみたいな感じですね。とにかく相手から目を離さないで、相手と座標があった瞬間に蹴る。ちょっとこうひねった時にこう中野先生はそれこそもう蹴りが来るかこっちが一瞬でも間があったら来ますよね。そうですね。どれぐらいお互いそれが勝負になると思いますよね。はい。まあでも関節決められてるとこっちの怖さが勝っちゃうかもしれませんね。ただこうもう決められちゃうんだったらって覚悟を決めちゃえば打つかもしれませんね。ただ打ってもそれで一発 KO できなかったら決められて終わりですね。ここで蹴りそうですもんね。中野先生だったら蹴りそうですよね。これからそう絶対いけますよね。でも一瞬ですもんね。でもね。それはもうできるかどうかお互いですよね。投げれるのか蹴られるのかで。武道武術って言ってみれば多分道具なんですよね。一つの道具で合気道という包丁があるとしたら魚を切るのか人を刺すのかいろいろあると思うんですけど、その合気道という道具を白川先生は多分いろんな状態で使うように想定されてるんですよね。だから結構怖さがしみじみ出てるんですよ。料理もするけど人も刺すってことですね。そういうことです。そういうことですね。あなたもそうなんですか。私はもう安全な人間です。態度は安全な武道ですと言いながらいろんな武器を用意してるんですよ先生は。一応黒帯ワールドはそっちの料理の側面だけでいきます。はい。ああ痛い。あ、もう痛いんですよ。もうちょっとこれ本当西監督がね。そうですね。せっかくのお誘いなのでノリノリで味わってみましょう。痛いんですよ。ゆっくり危ないんでゆっくりいきます。ゆっくりいきます。あ、これそしてでもしゃがんでも逃れられないんですよ。本当だ。
これもうちょっと待って、どうすればいいのこれ。でそれあと畳叩くまでやります。もうダメなんだなってことが、本当そうなんですね。全然こっち力入れてないですよね。力入れてないの分かります？こうさ、撮影してると何が痛いのですよね。まあ他にもいろいろ回りたくなりますね。回りたくなります。叩くの忘れてた。叩くんだった。叩くまで終わらないですね。いや、これすごい。違う種類もまだはいいきなり来たいきなり来たなんでこうなっちゃうんだろう、体って。体そう反応するできてるんですね。はい、そうなんですよ。まだ話してないですね。ここからいつでもヒュッとぐらいここで決めてます。なんか西監督やられまくり。いっぱい撮影。こういうのはあります。おお。上がっちゃう上がっちゃう。上がります。すごいなちょっと待って、これよくYouTube とかで見て、何これって思ってたや勝手に上がりますよね。つ。やばい。これは本当に護身術になりますね。でも簡単にはなんないですよ。使い方ですよね。やっぱ逆関節って興奮してる間に効かなかったりするんですよね。そうなんだ。ですから逆関節決めないと、例えばここからでもすごい興奮したらこうひねる状態がもう作り出せないので、ここから関節を決めないで整数だったら使えますけど、こういう技術って難しいので今の中野先生のびっくり顔がえって関節決めないで相手の軸を今の関節を決めたわけじゃないんだ。決めてないです。痛くないです。何も痛くないです。軸をずらした。そういう技だったら確かに使いやすいですけど、結構難しいですね。でもこのもう飲み屋で強いですよね。飲みだったら結局酔っ払ってもこんにゃろうって殴ったら事件ですけど、今のだったら全く問題ないわけですよね。ひねってもいないし、さあ酔っ払いタカさん登場。普通だったらこうひねってもういけるんですけど、事件になるかもしれない。今のは痛かった。そう今ひねった動き、でも今度ひねらない動き。ひね落とされちゃう。あとは補正しとけば。うわで決めたい時はこう逆関節。なるほどなるほど。うわこれ今決まってんだ。ね決まってる。うわ危ない。制しとけば大丈夫ですもんね。大丈夫ですか。すごい酔いが冷めました。いや冷めたよでも今の非常に危なかったよ怖いのが白川先生はこの絶妙に怪我しないでやるんですよね。怪我しそうって相手が逃げれるように導いて、だから回転してるんですよね。逆関節だったらね、それこそこれひねれば痛いのに当然なんですけど、逆じゃないんですよ。循環節でなんでだろうなと思いますね、見てるとね。軸で今のこの肩なんだこういう動きで、腰の動きで。で立ち上がる連行ってやもし白川先生がかけられたら逃げられるのでしょうか。合気道ではめちゃめちゃ手首とか柔らかいので逃げれますね。本当ですか。それでは中野先生と白川先生を比べてみましょひねられたら結構いきますよね。はいはい、言ってますね、言ってますね。でもじゃあひねってまずここで痛くないですよ。ひねられてる。普通の人だったらほらここまで。これは別に阿部先生が忖度してるわけじゃない。手見れば分かるんですけど、めちゃめちゃひねってますよ。本当だ。めちゃめちゃひねられてます。本当だ本当だ。こんな角度になってるんですよ。でここまであったら普通は痛いんですけど、鍛えられてたら痛くないですよ。本当だ。はい。崩されないんだ。まあ崩されてもまた変えて。痛くないんだ。なぜかっていうと、ここが死んでないから。ちょっと待って、取れなかったよ。何が起きた。何が起きた。これはこういう返し、いろんな無数のパターンで変えてますけど、いろんな方そのまま長い袖で返せるし、普通これだけ決められたら痛いんですけど、はい、距離詰めればこれだけ痛くなくなっちゃいます。であと関節柔らかいので。それをですね、ひねられてはいます。それをまず中野先生に体験してもらってからの方が絶対操作が分かるんで。すいません。痛いんですよ。すいませんすいません。もう絶対痛いんですよ。本当ちょっと痛いです。本当ですか。試してみましょう。もう僕怖いこれもうこれを白川先生だと、普通の人だったらもうこれだけで、この角度で痛いんですけど、痛い鍛えられてると怖い実はもうここまでだから柔軟体操で柔らかくないと同じように痛くないですよね。あとはそのしゃがんで距離詰めれば
ここまで柔らかくなります。こんなに距離詰めてやったらいろんな回収ができますよ。だから別に、はい、必ずしもこれで絶対とは限らないです。手首は柔らかくて決められてるんですけど、完全に居ついてるわけじゃないので、足も手も全部動くので。この形って基本的に痛いんですよ。そうですよね。でまずそれが痛くなくタカさんが、硬いものを叩いても平気になってるのと、言ってみれば鍛錬ですよね。もう毎日の継続で鍛えられてる体がまずあるのが一つと、あとこのどこに行ったら痛くないのかっていう場所が分かってるって、その武道が分かってるっていうのが2つ目で、そこからオリジナルの返し技があるっていうのが3つ目っていう、これが白川先生の怖いところですね。でまさに本当に高石橋さんが鍛えてるかのように、私は手首関節とか異常な強さを持って常に鍛えてるみたいな。はあ、すごいな。でも中野先生こう来たら返せそうですよね。何します？僕ですか。僕はもうこっちに下に行くんですね。さすが。そうですね。あとはでも難しいですね。難しいです。そこは動画並みとかもいけそうです。そうですね。このまま。でもそれでも話してくれない気がします。どう絡んでても。いやでもこっから動画並みとかいけそう。そうですか。いけそう。決めてから動画並みですか。いやもうでもこう決めないです。でもこっからいろんな返し技はありますので、距離感。結局これってこの間合いが痛いので、やっぱこれだけ近づくけばいろんな技できますよ。これ距離感ができますよね。あとはこう肘ですかね。この決めが甘いと決められる、なるべくもう一瞬下げさせる。こうなったら回れないです。動けないです。バックブローができなくて。そうですね。動けないですね。こういう動きがバックブロー強いですよ。バックブローお願いします。嫌いてますよね。だからここお願いします。うわーってやったら面白いですね。常にだから決めてるから絶対と思っちゃダメなんですよ。よくこう決めてもういついて完璧だぞと思うんですけど、どういう攻撃が来るかよく見ながらやってから足首かもしれないし、そしていろんな攻撃来るかもしれない。足の関節とか、手以外の関節とかを取ったりすることもあるんですか？いや合気道ではないですよね。手なんですね。はい、手です。でも結局肘だったり手首っていうのは足が同じで、膝と足首なので同じですよね。結局グッと決めたりするの。そうなんだ。だから足白川先生の道具になっちゃってるんですよ、僕が。確かに。おもちゃみたいになっちゃってますね。でも中野先生の足取ったら危険なので危険ですよね。絶対取らないです。絶対蹴られちゃう。強い蹴りがきますよね。私も取られたらものすごい強い蹴りで返そうと思っちゃいますもんね。チャンスだと思いますよ。チャンス。だってやったらそれを軸にいろんな蹴りができるじゃないですか。足を取られたとすると、そのままここで立つようにするんですね。そうするとこう体重かけていくと取れますよね。そうなんですよ。相手が寄ってくるし、膝いけそうです。そうです。僕がただ下ろせばいいだけになるので、そうなんです。下ろせば持ってきますもんね。ダメ、切られた。うわ切られちゃうな。そうですね。切らなくても腰の圧力に来たら入れるので。うわ持ち上げた。肩弱いところで本当はここで逆落としだ。ちょっと逆落とし。はい。これが上半身のに使わない動作で、別にクラッチも外せますけど、ここですね。片足。うわ、こっちやばい。あと前。なるほど。ここ行きます。足を後ろにまず回せること自体がすごいんですよね。他の説明やらかせ。はい。確かに。なるほど。でもこれもできますよ。お願いします。これなんだ。今もう一回。猫じゃらしです。固めてから。猫じゃらしですね。脱力してると締めれないんですよ。最初こういきますよね。でも脱力すると締めれるってないですよ。それなんかぬるって感じになっちゃう。ぬるんっていう。あとは脱力してって体重かければこれを支えられるかって感じですよ。これを支える、これだけ。いろんな逆ここって抜けることもできますけど、片方ずつこうやって。
いろんな、重さ伝えながら脱力もされちゃうと大変ですね。まあ、いろんな抜け方あります。だからその持ち方と強さと体格と癖といろいろ見ないと、まさに気を見て合わせる。で特に合気道はこう掴んでる状態、接してる状態が多いので、その掴み方の癖を見るっていう点では突き蹴りよりも見やすい、分かりやすいっていうのは、例えばこんな状態から稽古ってやらないですもんね。こういう状態から、でも合気道だったらこういう状態からの稽古をしてるのでないですもんね。こういう状態もあるんですよ、合気道。そういう状態もあるの？ありますあります。そこからなんとかできるんですか？はい、できますできます。あれちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと片手首締めかな。じゃあ正式なやつはこれがあります。片手首締め。これこれです。これが片手が弱いので。なるほど。おあるいは締めるこう。はい。完全に締まったらもちろんできない。これね。技術的にはこうなったらできないです。この状態を作らないで。そうですね。それはその通りだと思います。完成する前に完成する前対応するってことですね。ありえないシチュエーションまで稽古するってことですね。こう触れてるので、こう情報をつかむ稽古、力がぶつからない稽古方法だっていうふうに捉えていけば。なるほど。じゃあ相手の情報を察知する稽古だったり、相手に情報を察知されないような稽古ということですね。あと体さばきの稽古ですね。だって実践でこれはないですもんね。そうですね。なかなかってことはないと思うので、そういう稽古方法だっていうふうに捉えていただければ。私ちょっとお聞きしたいんですけど、合気道家の方がちょっとこうなんとなく構えていただいて、これをパッと取りに行くことってあるんですか？自分が決めるために取りに行くことってあるんですか？でもそれはそういう稽古はしないですけど、技かける場合は取りますよね。おお、もう取った時にはこの形なんですね。取る時、はい。すごい。自分がいつも捉えているので、普通の状態から崩しって同じ方向で、例えばこう体を崩す方向って決まってると思うので、掴む時にそうやってどう取るかは全部決めてます。姿勢として。はい。だから相手に捕まえたらっていうこといつでも掴めるようにしておく。なるほど。掴めたらラッキーかなぐらい。前手があるんだったら取るんだったら構えた時にここを狙いたいですよね。おお、なるほどね。こう入ってたり、やることもないですけど、やるんだったら、あとは前手があるんだったら前手に体重かけて一瞬だけ体重かけてから何かをするとか。前手でなのでお互いやり取りになるんじゃないですかね。お互いがですよね。そうですね。でもそれは私が攻撃方法だから、でもタカさんにとっても逆に使えます。僕もこれ触れた瞬間触れた瞬間逆に食らうかもしれない。先ほど私と白川先生がやった時そうでしたね。こう前手をお互いがこうやってやってました。黒帯ワールドご視聴の皆様、こんにちは。白川隆二です。この度角川より美しい合気道を出版いたしました。QR コードで動画が見れますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。白川隆二先生に会いに仙台へ。ついに実現した交流はいきなりの手合わせから始まった。ちょっと振り返ってみましょう。まずはタイ道と合気道。これです。お互いに前手で探り合ってますね。そして空手道と合気道。63歳の大ベテラン高井しばしさんもびっくりでした。すごい。全体が立ちます。今回の交流の最後にもう一度手合わせをお願いします。まずはタカさんから盛り上がっていきましょう。なるほど。はいはい、OK です。あれ、白川先生、ガンガン今当て身がちょっとさっきと違う展開で、なるほど。持ちだけじゃなくてちょっと自分から攻めたり、お腹怖いね。だからそういうのがやられるけど、でも普
通の方はあんまりやられる。あ、でも普通の方はっていうか。そもそも戦わないので。でこれ抜き手みたいな感じで来てるんですか今の。いや今早そうですね。ひねると遅いじゃないですか。縦に入ってちょっと散らしてみようかな。だってさ、この後に関節技とか投げがあるんだもんね。まあそう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 。石破さんさどうでした今やってさっきとまた変わった感じというか。さっきはおそらく様子をさっき見られてたんで、僕もおそらくパーって飛び込めていけたんだけど、今なんかちょっと単発になっちゃうかな、技がポンって蹴ってみたりとか、パンとかやってポンポン、せいぜいポンポンぐらい。でもタカさんがいろいろ技出してくれたので、だからね今度は逆に私はもう直線的になるほど。もうちょっと俺動けばよかったね、これ横にとか。いやいいですよ。すいません。ちょっと展開変えて、はい、ありがとうございました。はありがとうございます。すいません。テンションが何？あと中尾先生ちょっと戦いたくないので。好きだから。いや中尾先生いろんな武器持ってるんで、もう白川先生、つべこべ言わずにお願いします。いいレイ。お願いします。はい、お願いします。はい、OK です。ちょっと、だって展開が。どうです白川先生。いやちょっとやっぱもう触れないですね、中尾先生は。ちょっと難しい。前受け身しちゃって、やっぱ本当にリアルだったら前受け身して逃げます。中尾先生やっぱ距離がね、変幻自在というか、もうどうでした中尾先生今回は。いやもう白川先生はいろんなことができるので、楽しめちゃいますよね。いろんな駆け引きとか間合いとかやり取りが全部楽しいですね。怖い技もいっぱいありますし。でも中尾先生の動きがやっぱり本当に下からも来るし、縦からも左旋でも来るし、ちょっと不用意に入れないですね。何回戦っても同じような。ついに最終回。合気道を味わおう。じゃあ修羅の笑顔。はい、ありがとうございました。いやー楽しかったですね。安倍先生、今回の交流どうでした？素晴らしいです。ありがとうございます。もう言葉が出ないですね今も。非常に良かったですよね。楽しかったです見てて、ドキドキしてましたね。最後は3人でなんだかわちゃわちゃ楽しそう。それでは次の合気道企画をお楽しみに。白川先生の本美しい合気道絶賛発売中。 QR コードでたくさんの動画も見られます。ぜひお買い求めください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。